どうも、男中村です。コーヒー豆はご家庭にあるオーブンで焙煎することができますよ。何も難しくないです。オーブンに入れておくだけなんですよ。それでオーブンで焼くと均一に焼くことができます。コーヒーの自家焙煎っていうのはコーヒーを最高に美味しく飲める方法なんですよ。この動画を見ればそれができるようになります。それでは早速やっていきましょう。コーヒーのオーブン焙煎に必要なものはこのオーブンとコーヒーの生豆だけです。オーブンはこれです。シャープのオーブンレンジで3万円未満で買ったと思います。もう忘れましたけど。コーヒーの生豆はジュピターっていう輸入食品店で売ってるキリマンジャロを使います。他にもコーヒー豆屋さんとかネット通販で生豆を仕入れることができますよ。オーブン天板にコーヒーの生豆をばらまきます。豆が重ならないように広げます。天板の縁にある溝に入っている豆は火が通りにくいんで取り出して真ん中に移動させます。この状態で豆の重さは 133g です。オーブンに予熱なしで入れます。250度に設定します。スタート。予熱です。今オーブンは熱くない状態から250度を目指して予熱しているところです。焼き始めて8分ぐらい経ちました。パチパチとハゼが始まりました。オーブンで焼いていると豆の色が分かりにくいんですよ。蓋を開けて色を見ると温度が下がるから、なるべく蓋を開けないで焼き加減を判断したいですよね。焼き始めて13分くらい経ちました。豆から煙が出始めたのが分かりますか？焼き始めてから15分経ちました。このピッピッピッという音はオーブンが250度になったという音です。ちょうど250度になった時に豆を取り出しました。ちょっと焼きすぎかな。見事に天板の中心部分だけ焼きすぎてしまいました。バットに移して冷まします。これが焼いた豆です。見事に焼きムラができてます。真っ黒の豆と浅煎りの豆が混在してますね。私は最初にオーブンで焼くと均一に焼けると言いました。でも全く均一じゃなかったですね。言い訳をさせてくださいね。オーブンをこれ1年ぐらい前に買い替えたんですよ。前のオーブンのやり方でやったらうまくいかなかったんですよ。前使ってたオーブンは先ほどのやり方で均一に焼けたんですよ。前使ってたオーブンはこれよりも一回りぐらい大きかったんですよ。これは確かにそれよりも一回り小さいからケーキを焼く時とかも焼き加減がちょっと違ってました。オーブンの性能はちょっと下がった感じです。やっぱりコーヒー豆もオーブンによって焼き方が変わってくるんですね。そんなことは当たり前のことですけど、実際にやってみてやっと分かりました。ちなみに今のように焼きムラがあっても浅煎りと深煎りの豆をブレンドしたみたいな深い味わいで味は美味しいんですよ。このまま飲んでも美味しく飲むっていう目的は達成できてます。でも今回は均一に焼くっていうのが目的なんで、均一に焼くことを目指しますね。どんなオーブンでも均一に焼ける方法をちゃんと後で紹介しますからね。このオーブンは天板の中心部分ばっかりが焼けるので、豆の量を減らして中心部分だけに集めます。これの重さが 76g です。最初に焼いた時は 133g でしたから、およそ4割減らしました。オーブンが小さくなったからその分豆を減らしたという感じです。オーブンに入れて250度に設定して予熱を始めます。豆の量を減らしただけで焼き方は同じです。このまま14分焼きました。取り出します。あれ？中心部分だけが黒くなってますね。このような焼き加減になりました。この濃淡はさっきと変わらへんやないか。今度は豆を 40g に減らしました。それをこんな感じで天板に広げました。今度は焼きすぎないように250度だった温度を200度に下げて設定して焼きます。ちょっとムラが出てますね。冷まそうと思ってバットに移しましたけど、ちょっと焼きが浅いことに気づきました。もう一回天板に広げて焼くことにします。5分くらい焼いたらこんな感じに焼けました。ちょっと全体的に焼きすぎですけど、焼き加減の差はあまりなくなりました。
そうか、そういうことは一回取り出して混ぜたら焼きムラが減らせますね。ということで、これならどんなオーブンでも均一に焼けるでしょう。100g の豆を焼きます。単純に量を減らせばいいっていう問題ではないんですよ。これを天板に広げます。オーブンに入れて200度を目指して予熱を開始します。10分ぐらい焼きました。一度取り出してボウルに入れてからもう一度天板に広げます。それでまた焼きます。さらに5分くらい焼きました。取り出してバットに広げて冷まします。こんな感じに焼けました。焼きムラはほとんどなくなりましたね。ではコーヒーを入れます。豆をひいて最初に熱湯を少し注ぎ蒸らします。新鮮な豆はぷくーっと膨らむんですよ。膨らみきったところでお湯を注ぎます。オーブン焙煎キリマンジャロが入りました。それではオーブン焙煎キリマンジャロを飲んでみます。うまい。うまい。優等生みたいな味ですね。キリマンジャロの個性がよく出てますよ。キリマンジャロの個性っていうのは甘みと酸味ですね。酸味は弱いんですけど、それは私が豆を深めに焼いてるからなんですよ。豆は深入りにする方が酸味が弱まるんですけど、私はコーヒーの酸味があんまり好きじゃないから深入りにする方が好きなんですよ。これもちょっと深入りにしたんですけど、だからキリマンジャロの酸味は弱まってますけど、ちゃんとキリマンジャロの個性が出てますよ。これは上手に焙煎できてると思います。とか言いながら、自家焙煎は焼き方の上手下手とかあんまり気にすることないんですよ。コーヒーの味で最も大切なのは豆そのものの味ですからね。美味しい豆を使ったらどんな風に焼いても美味しいんですよ。逆にまずい豆を使ったらどんなに上手に焼いてもまずいんですよ。次に大切なのが焼いてからの鮮度ですよ。焼いてからの鮮度だったら、自家焙煎だったら焼いてすぐに飲むことができるでしょ。美味しいコーヒー屋さんのお店で売ってるものよりも鮮度では自家焙煎の方が絶対に上回りますから、美味しいお店に負けることがありません。それから豆をひいてからの鮮度ですね。コーヒーを粉にしてしまったらその瞬間から風味がどんどん抜けていきますから、お店で粉にしたコーヒーを家で入れてるようじゃもう風味が抜けてるんですよ。もう入れる直前にひかないといけない。自家焙煎だったら豆をひいてすぐに入れるでしょ。豆をひいてから1日置いてそれからコーヒー入れる人はあんまりいないと思います。基本的に飲む時にひきますよね。だから風味が抜けないから美味しいんですよ。コンビニのコーヒーだってそうですね。ボタンを押したらその時に豆をひいてコーヒー入れてくれるから、だからあれ美味しいんですね。というわけで焙煎のうまい下手はもう味にあんまり影響を与えませんので、下手でも気にせずに自家焙煎していただければと思います。コーヒー好きの人はそういうことなのでどんどん挑戦してみてください。何度かやってるうちにオーブンの癖とか分かってくるから、ご自宅のオーブンでも上手に焼けるようになると思います。ちょっとぐらい失敗しても美味しく飲めますから、失敗を恐れずにどんどんチャレンジしてみてくださいね。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回くらいのペースで更新してます。この動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますよ。ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。